当面2年間の生活費と、それを収益として申告して国籍をおごっていただきたいという、去年あったジャパンオープンという大会があったんですけど、あれは日本国籍を持っている方のみの対象の大会だったので、出れなくなってしまって、一番なんか切実だよね。これを取れドリームですよね。これ国籍おごれたらね。お願いいたします。最後ですね。最後ですね。岐阜県出身、最春館熊本ソルにて、ストリートファイターリーグに出場しております福島いぶし金所属の笹本です。よろしくお願いします。お願いします。希望するものは、当面2年間の生活費と、それを収益として申告して国籍をおごっていただきたいというのが、国籍おごり、国籍をおごっていただきたいと思っております。おごる、はい、聞いたことないんですけど、はい、おごるんですね。おごってもらいたいと思っております。なるほどね。はい。まず、はい、2年間っていうのがなんかあるんですか、国籍につながってるんですか。なんかその審査とか含めて、はい、2年大体1年ぐらいかかるので、その審査にかかる時間と、そのプロとして活動していく上で、大体2年ぐらいでその自分のどれぐらい、向いてる向いてないといいますか、その目安になっているだろうなと思うので、とりあえず2年間っていう明確な期間を設けてお願いしたいなと思っております。ちなみに、その国籍を取るにあたっての、その信用っていう言い方を前してたと思うんですけど、その信用されるにはどういったお金の入り方でもいいんですか。年間収益みたいなもの、だからその自分がお仕事として収益を上げているっていう形であれば大体 OK っていうふうには、その実際ビザとか取るにあたっていろいろ聞ける人がいるんですけども、弁護士の方とかにお伺いしたのはそういうふうに言ってらっしゃったので。ポケットマネーでもいいってことですか。ポケットマネーだと、ちょっと良くないというかので、そのスポンサーではないですけど、何かしらその業務委託であったりとか、そういうふうに入金されて確定申告みたいなのできればいいっていうことそういうことですね。はい、自分のその仕事っていう形で申告できればいいっていうふうにはお伺いしているので、賞金とかではなくてきちんとその企業から定められた額が、ペースはどんどん一括なのか毎月ごとなのか分かんないけども、まとまった金額、それ金額のあれってあるんですか、最低限の金額って。東京で生活する最低限っていうのはちょっと公開されてないので分からないんですけど、基本的には年収200、300万ぐらいあれば大丈夫っていうふうには。それが信用になると。それが2年続けばいいと。2年続けばいいというか、そうですね、とりあえずそれで大丈夫っていうふうには聞いてきたので、またちょっといろいろ調べ直そうとは思ってるんですけど、とりあえず2年で大丈夫っていうふうには。でちなみになんですけど、大前提のなぜ国籍が欲しいですか。ですね、僕はブラジル人なんですけど、何をするにも日本で生活する上で結構不便なんですね。格闘ゲームにおいても結構支障が出てまして、エボとかに行く際にブラジル国籍なので日本のパスポートじゃないんですね。なのでビザを取らないとアメリカに行けなくて、他の人より少し時間とお金がかかってしまったりだとか、去年あったジャパンオープンという大会があったんですけど、あれは日本国籍を持っている方のみの対象の大会だったので出れなくなってしまって、そういう目でちょっと出場の機会がまず減っているっていうところでちょっと嫌だなと思ったので、それはぜひ欲しいと。ぜひ欲しいと思っております。で、国籍以外で生活費が欲しいという話をしたんですが、5月から東京に引っ越してきまして、ストリートファイターリーグに出場することが決定したので引っ越してきたんですけど、ファーストステージ10月ぐらいでもう仕事をしずに生活ができなくなるぐらいの貯金だけを持って東京に上京してきたんですね。で、9月で帰るっていうのも結構視野には入れてたんですけど、結構ちっちゃい頃からゲームやってきて、そのお兄ちゃんが残してくれた言葉とかですごい格闘ゲームに対する情熱があって、で、ずっと夢がない人生だったんですけど、今格闘ゲームっていう舞台で夢というものをつかみかけていて、追いかけてもいいんだなというふうに思ったので、もしチャンスがあるのならばこういうところでつかみたいなと思ったので本日は来させていただきました。なるほど。いや、なんか国籍ってすごいですね。一番なんか切実だよね。そうですね。なんか我々が力になれたらいいですよね。なんかね。これを取れドリームですよね。これ国籍おごれたら。ね。もう
欲しいです。ちなみに国籍自体の金額ってどれぐらいなんですか。20万30万ぐらいかかります。じゃあまあそれまでにかかるお金に比べれば、かかるというか収入で得るお金に比べればそんなに大きな金額じゃないってことですね。そうですね。なんで国籍自体もお金を出してほしいというわけではなくて、その収益を上げてる上から切り詰めて、そこから国籍を取りたいっていうふうに考えております。偉い。偉い。まあそうですね。普通だったらってね、頼みは出すんだから、じゃあそれもっていうやつおるやん。切り詰めて出しますってね。偉いですね。わかりました。はい。じゃあ戦いたい相手と戦いたくない相手お願いします。はい、戦いたい相手がノーブルさんだったんですが、ちょっと裏話というか、先ほどノーブルさんにちょっとライバル視してるから、要約するとライバル視してるからやろうやっていう風になんか熱い言葉をかけられて、やったろうじゃないのと思って書いたんですけど、なんかいざ開いてみたらなんか保険かけて、あと俺とやりたいやつみたいなの書いてて、なんかちょっと興ざめだなと思ってなんか俺が手下すまでもないなと思ったので、別にやりたい相手は誰でも大丈夫です。でやりたくない相手は工藤さんで、工藤さんと同じ理由でいつも対戦してるっていうのがあるので、やるならどうせなら決勝でやりたいっていう。なるほどお願いします。じゃあノーブルでもいいしノーブルじゃなくてもいいやみたいな。正直ノーブルじゃない方がいいです。わかりました。はい、お願いします。